どうもじゃどうもこんにちは。森田君の好きなフルーツバナナ。今日はですね、最近発売されて話題のツーリング用のマシンの方をちょっと紹介したいと思いますね。そちらのまず開封動画の方になります。で、森田君が組み立てるっていう風になりますね。で、商品の方がこちらになりますね。これBD9 ですね。まだこれ、発売されたばかりのヨコモの最新ハイエンドツーリングカーキットですね。なんか評判がすごい良さそうだね。そうですね。なんか噂によると。で、こちらの方の開封動画の方をちょっとやっていきたいと思います。まだね、僕まだこれ開けてもなくて中身をまだ見てもいないんで、はい、これから開けるんで、はい、楽しみです。はい、はい、じゃあこれから開けていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、こちらですね。BD9。はい。おお。じゃあ開けますか。はい。これで来年全勝だね。いやいやいや。まあ、ね、よく走ると思うんで、楽しみですねこれ。そうだね。はい。開けます。はい。はい。じゃーん。こんな感じで。こんな感じになってますね。はい。袋はいろいろ入ってますね。そうですね。これ、数字が1番から順番に打ってあって、で、説明書を見ながらその1番から順番に組み立てていく感じですね。あ、説明書ついてんだ。はい。ないのかなと思ったらあるんだねこれ。そう、説明書を、これ1番とか2番って順番にこの袋が1番2番ってあるんで、それを見ながら開封してって順番に組み立てる感じですね。なるほどなるほど。で、今回のメインシャーシの板がこちらですね。ちょっとレンズの前にカーボンシャーシ。カーボンシャーシ。うわ、ピカピカだね。これ順番に大体組むとどのぐらいかかるのかな。どうだろう。でも半日ぐらいあれば組めるのかな。僕結構のんびりなんで1日かけて組んじゃうけど。はい。あと何が入ってる？あとはステッカーですね。ヨコモのステッカー。はい。かな？これぐらいかな。はい。組むにあたってもちろんツールもあるけど、あとはセッティングボードは重要だよね。そうですね。セッティングボードがあるとこういうシャーシに部品を1個ずつ組み付けてて、でやっぱり基本的にはまっすぐの状態で車を組み付けていかないと、歪んだ状態で作っちゃうと車まっすぐ走らなかったりするんで、セッティングボードを使いましょう。そうですね。高い車なんできっちりやっぱり組んだ方がよく走るんで。セッティングボード、こういうやつですね。森田君はちなみにガラスのボードを使っています。はい。ですね。じゃがりこ。みんなでこう。俺もその台ですって何？これ？はかりです。はかり？何測るのこれ？これでオイルの入れた量を見てます。具体的に何グラムとかあるの？僕いつも 1.5 グラムぐらいで。ああ、じゃあ空で測ってそれでの入れて測ってっていうね。そんなことやってんだ。この方がね、番手一緒でも
どんだけ入れたかで硬さ変わっちゃうんで、ああ、こんなんドリソースやってねえよ誰ももうグラム測ってるもんちゃんと。渋谷さん森田もすごいよ。デフに入れるオイルの量もグラムまで測ってるもん。早いね森田。早いよね。もともとギアデフ自体がツーリングでボールデフって言ってる時代にブラシレスモーターで車が速くなりすぎちゃって、そのついてけんでしょ。デフが要は滑っちゃうで、滑っちゃうもんで、滑っちゃうからデフを滑らんように締め込んでいくと今度動きが重くなっちゃうもんで、だからギアデフがいいって出てきたんですよね。ギアデフだったらどんだけ軽くても絶対滑らないもんで。これDIB とか DRB も一緒じゃないですか。一緒。それ今塗ってないの。ここに要は何も塗らなくてもいいんだけど、塗っとくと球が落ちないじゃないですか。あ、そういうことだ。うん。あ、そこに頭で入れるんだ。ここにベルトのテンションカムの調整用で球が入るんですけど、グリスをつけとくとこうやってひっくり返した時とかに球が落ちてかないもんで、へえ。バラした時に転がっていっちゃうと大変だもんね。これが要は壊れにくいってことだよね。新しい足ですね、これね。ごっつ。こんなすげえごっついねこれ。これグラファイトも入ってるもんねこれ。ね、そうですね。前入ってなかったっけ。前も入ってるんじゃないかな。なんか音自体からしても硬いもんね。あ、そうなんそうかそう。ね。これ最初リア何度なの。とゼロ。いくつなんだろう。3.8？ あんなこんなに？こういうのいつも何度ぐらい？いや最近流行りは3度よりもちょっとやっぱ少ないぐらい。2度から3度ぐらいじゃないかな。そんなついてるのか。これでも今作ってて思ったけどね、前の BD7 の時とかってね、結構リーマーとか通さないと足動きが、悪かったりあったけど、何にもしないでもう今スコンスコンだから、あ、ほんとすごいいいですよね。精度抜群だねこれ。ね、そうですね。
これ全然ガタとかもなくてすごいスムーズでいいですね。はい、組み直し。ミスした。入れる穴を間違えた。入れる穴を間違えた。それは宮城さんに対抗していった。あ、今何吹いたのこれ。あ、高粘着潤滑スプレー。それ何それ。潤滑ちょっとこの辺で。これいいの？僕いつも使ってるけど、駆動系に？こういうとこにプシューって。へえ。そうするとね、スルスルになる？いや、ただ単にグリスとか、うん。グリスアップですね。まあ本当はもうちょっとちゃんとやった方がいいかもしれないけど。あ、そうなんだ。へえ。今どこ？今ターンバック。あ、ターンバック。僕が一番嫌いな。例えばこれ今回あれですよ。ターンバックルが最初からアルミのターンバックルだってて。あ、これね。アルミなんだ。アルミのターンバックル。あ、アルミのターンバックが最初からついてる。ビスもアルミなんだ。アルミがついてる。とりあえず今ね、鉄とアルミと両方入ってるんで、とりあえず鉄で作って、そう後でセッティングするのにアルミを変えようかなと思って。すごいね、森田君、ちゃんとマニュアルをきっちり読みながらやるんだね。だって初めて作る車だから分かんないですもん、見ないと。見てもいいんじゃねえの？いや、そんなことないですよ。結構さ、こういう説明書で、こういう向きに注意とかっていうとこあるじゃないですか。はいはいはい。こういうとこ見ると結構ね、やっぱり間違えて組みそうなとことかあるもんね。アッパーアームとかも、この樹脂のこのロッドエンド、これ向きがあるんですけど、向きを結構バラバラで組んでいる人とかいるから、そうするともう全然やっぱり車のバランスもおかしくなっちゃうんで、基本はなんで説明書ちゃんと見て組んだ方がいいよって組んだ方がいいですね。了解です。はい、で今回 BD9 を組むにあたってダンパー組むときに、僕このオプションパーツを今回つけます。はい、あ、これスルスルのやつだね。そうです。これ、まあノーマルのままでもいいと思うんですけど、これ入れてもらうとほんとスルスルになるもんね。ダンパーの可動部分が動きがスムーズになるんで、これを入れたいと思います。そうだね。はい、はい、これおすすめです。おすすめ。はい、ほんとスルスルになるんで、渋いともうどうにもならんもんね、これ。そうですね。ドリフトの人もドリフトでもね使えると思います。結構ね売れたもんね、それ。ね、そうですね。
これエア抜き OK？ 多分大丈夫かな。ほんと短いねそれ。ね、すごい短い。ダンパーできました。おい、じゃあちょっと見して大きさ。今回の BD9 のダンパーがこれで、で通常ドリフトとかでも使ってるダンパーがこれですね。全然違うね。全然大きさが違う。違うね。へえ。なるほどなるほど。はい。ありがとうございます。ちょっと下に置いてでも見えるかな。これいけるかな。ちょっとその横にちょっとドリフト用のやつ。はい。ショートダンパーすごい短い。全然短いね。ね。でこれをこれから取り付けます。はい。ということですね。はい。はい。よっ。ほぼ素組完成。完成。おい、こんな感じです。でいいね。はい。はい、じゃあ今2台撮ってます。こっちが BD8。こっちが前のやつね、BD8 ね。ほい。でこっちが BD9 新しい。BD9 こっちが正しいです。こんな感じね。BD。こんな感じで右が BD8、左が BD9。ね、ほんと短いねこれ。BD8 と BD9。あ、やっぱりバルクがだいぶ狭く感じるね。そうです。ここだよね。モーターマウントとかね。モーターマウントの下にこの変な板みたいな。ああ、このなんだっけ、ロールプレートだったっけ。ロールプレート。リアロールプレート。なんかもうかまってもらったら幸せだな。お金。完成しました。おい。はい。お疲れ様でした。何時間ぐらいどれぐらいかかった？そうですね。7時間ぐらい。7時間ぐらいね。7時間か。来年勝てるといいね。そうですね。とりあえず、まあ、今回完成して、シェイクダウンの動画はまたはい。ラジテンの方に移動して、したものをまた後日アップしたいと思います。はいですね。走らせるのが楽しみですね。じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。